皆さん、こんにちは。今回は、カーショップ37のアレグロをご紹介します。アレグロは、2023年に発表された、日産 NV200 バネットをベース車にするバンコンで、ポップアップルーフを仮装しています。2列目にマルチモードシートを持つ、ファミリー向けのモデルです。ポップアップルーフのおかげで、圧迫感のない広い室内です。ポップアップルーフには網戸とシェードが備わっており、換気性にも優れています。ルーフベントの照明は薄型の LED ライトを埋め込みスマートに。ポップアップルーフを下げると、見た目は普通のミニバンに見えますので、日常使用で目立つことはありません。ポップアップルーフを下げた状態での車高は 1965mm で、ノーマルルーフより 115mm 高くなりますが、高さ制限のある駐車場に問題なく駐車できます。レイアウトは2列目にマルチモードシートを配置。後部の簡易シートと向かい合わせて、この字型のダイネットになります。右側にはギャレーキャビネットが置かれています。左側後部の窓には窓枠を作り、ロールカーテンを採用。2列目シートを前向きにすると、2名が乗車できますので、運転席、助手席と合わせて4名が乗車定員となります。シートをフラットにすると、2名が就寝できるベッドになります。ポップアップルーフに上がる場合は、フロントの開口部を使います。ルーフベッドは、長さ 2200mm、幅 1030mm で、2名が就寝可能。ポップアップルーフには3方向に窓があり、網戸とシェードが付属しています。右サイドにはギャレーキャビネットを設置。広い調理スペースも用意されています。ギャレーキャビネットの下には各10リッターの給排水タンクを収納。車外から直接出し入れできます。オプションのポータブル冷蔵庫は右側エントランスに置くスペースがあります。後部右側には車載用のセパレートクーラーを標準装備。右側のキャビネットの下に 2000Wh のポータブル電源も標準装備されます。クーラーへは 100V コネクターからコンバーターで 12V にして給電します。電装系のスイッチ類は右側のキャビネットに設置されています。収納はベンチシートの下が大きな収納になっています。この収納へはリアゲートを開けて車外からもアクセスできます。後部にはスピーカーが標準装備されます。それでは、その他の NV200 バネットベースのバンコンモデルをピックアップしてみましょう。アネックスのカヌレ。ファミリーワゴン SSER からリニューアルして名称変更されました。オプションでリアゲートの窓をアクリル二重窓に変更すると、リアゲートを開けなくても換気することができます。大きな開口部と跳ね上げ式のルーフベッドボードが特徴です。2列目に 1200mm のマルチモードシートを配置しています。ダイネットベッドは家庭用のセミダブルベッドの大きさ。右側のキャビネットにはシンクをビルトイン。後部はベッドボードを外すと広い荷室にもなります。キャンピングカー広島のポップコンキャンパー R。2列目に 1200mm 幅のマルチモードシートを設置。大きな開口部のポップアップルーフを仮装。就寝時はギャレーキャビネットを低くすることができます。これにより広いベッドスペースを確保できます。東和モーターズ販売のセルト NV。ベース車に NV200 バネットワゴンを使用。横方向に足を投げ出してくつろげるように背もたれが用意されています。
ギャレーはオプションで設置できます。ダイレクトカーズのリトリート NV200-2。2列目にバタフライシートを採用。ポップアップルーフはオプションで仮装できます。リアルウッドを使用した山小屋のようなインテリアが特徴です。収納棚は車外でテーブルとして使えます。いかがでしたか？アレグロはクーラーが標準装備され、快適な室内を実現します。アレグロの車両サイズは全長 4400mm、幅 1695mm、全高 1965mm です。アレグロの仕様と価格は下の説明欄をご覧ください。さらに詳しいレビュー記事はキャンピングカーファンのサイトでご覧いただけます。最後までご覧いただきありがとうございました。